こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのはコスワードの第2弾。コスワードについては前の文法のこちらでも一度やってます。そこから一歩進んだコスワードの使い方を今日はやります。話している人の近くにあるもの。話している人の近くにあるものはここ。聞いてる人の近くにあるものは、話してる人から見たら、そこ。遠くにあるのは、あそこ。話してる人にも聞いてる人にも、お互いに遠いところにあるものを指すときは、あそこ。この、こと、外、あと、どもあるけど、どは疑問文に使う。どなので、今日は一旦置いときます。この最初の字を取って、コスワードと言います。これは話してる人も聞いてる人も目で確認できるものの時は前回の使い方になります。今回は頭の中で考えたり思い出しながら話をしている場合に出てくるコスワードをやります。コスワードはざくっと上げてもこれだけあります。これとかそれとかあれとかどれっていうのは前回出てきました。今日はこの読み方。固形、素形、亜形という読み方でこのビデオの内容を進んでいきたいと思います。これ一個一個やるととてつもなく時間がかかってしまいますので、だいたいこの固形は前回やった動画の内容と同じで、固形は近く、素形は少し離れたところ、亜形は遠く離れたところで、土形は疑問文を作るときに使う言葉になります。会話の中で使うときは、話をしている人の頭の記憶にあるものを思い出しながら話をしている状態。それと、話の中に2人が話をしているとき、話の中に出てきたもののことを言うときの使い方があります。では、こからやっていきたいと思います。例文を出しておきます。最初の固形。こはどんな時に使うかというと、会話の中でこを使う場面というのは3つあります。1つ目が、話している人がこれから話題にしたいことを言う前置きを置きたい時を使います。例えば、ねえ、この話知ってる？山田さんが結婚するんだって。ねえ、この山田さんが結婚する話のことをこれから話題として言いたいんだよ。という前置き。そして、この話という言い方をします。二つ目が、話してる人は知ってるけど、聞いてる人は知らないことを話すとき。例えば、友人に太郎という男がいるんですが、こいつが面白い男なんですよ。こいつ。話してる人は聞いてる人が太郎さんのことを知らないので、太郎さんについて説明したい。どんな人か言いたい。というときは、こいつ。親しみを込めたこいつという言い方になります。三つ目が、話している人にとって身近なものとか人のことについて話すとき。あとは、特別な関心や感情を持っているものについて話すときは、こう使います。例えば、私の娘の名前はゆりこです。この子は今小学校へ通っています。というふうに自分の娘はとても身近なものなので、このを使います。次、時計行きましょう。そはよく使われます。そが使われる場面は4つ。1つ目、話している人の内容を受け取るとき。話している人の内容について受け取って、またそれを返すとき。例えば、弟が今、パン屋でバイトをしてるんです。そのパン屋はあなたの家の近くですか？そのパン屋
の、この人は、この人は弟がパン屋でアルバイトをしていることを私に話をしてくれました。なので私はパン屋について聞きました。パン屋については私は知らないので、やり取りをするときに、あなたの弟がアルバイトをしているパン屋、そのパン屋は近所ですかと聞きました。二つ目、家庭の話をするとき。家庭は、もし何々だったらとか、もしも何々だったらという、もしを家庭と言います。例えば、簡単に火星に行けるといいですね。そうなったら素敵ですね。そうなったらのそう。これはさっきのこの人の話を受けてというのと同じパターンなんですが、一応分類分けをすると家庭という分類に分かれます。三つ目。これはさっきの子と同じ使い方。一方が話している人が知っていて、聞いている人は知らない。話の内容をするとき。例えばさっきの友人に太郎という男がいるんですが、そいつが面白いやつなんです。そいつが、さっきのこいつがと言葉が変わっただけです。これは同じ使い方ができます。さっきのこいつとそいつ、何が違うかというと、距離感が少し違います。こいつになるともっと自分に身近な人がこいつ。ちょっと最近は会ってなくて、距離が離れてしまった人はそいつ。とか、最近会ってなくて話もしてなくて、話し手の人と距離が離れてしまった場合は、そいつになります。その他には、それは何の話ですかと聞くとき、この人だけが話の内容を知っていて、私は何も知らない。一生懸命話をしてくれるんだけど、私にはさっぱりわからない。というとき、それは何の話ですかと聞きます。それは何の話ですかと使います。4つ目、無理なお願いをするとき。例えば、ねえねえ、ちょっとお金が足りなくなって1万円貸してくれない？それは無理なお願いだね。そこをなんとかお願い。そうやって可愛い顔してもダメだよ。そんな。それならお父さんに借りてくる。今の会話だけで即形の言葉が5つ出てきました。それは無理なお願い。そこをなんとか。そうやって、そんなの後ろに言葉が続きます。今の会話の中では省略されています。今の会話の中では、素形がたくさん出てきました。日本語の会話の中では、素形は結構使われます。では次に、あ形が出てくる会話は3つ。2人とも知っているとき、話している人と聞いている人が、2人ともその話している内容についてのものとか人とかを知っているときは、を使います。例えば、昨日レストランラーレ行ってきたんですよ。あそこの店はいいですよね。あそこの店は、この人も私もラーレというレストランについてはよく知っているので、あそこの店という表現になります。二つ目は記憶の中にあるものを思い出しながら話をしているとき。例えば、あんな店、もう行くもんか。あんな店。どんな店だったんでしょう。あんな店のあんな。その他には、私は小さい頃、山の中に住んでいたんですよ。あの頃が懐かしいなという思い出を口に出すとき。あの頃。これはその頃でもいいです。三つ目は思い出せないとき。例えば人の名前が思い出せないとき。顔は頭に浮かんでるんだけど名前が出てこないってよくありますよね。その時は、ほら、あいつ、あれあの人、連発です。話をしてる時に思い出せなくて、あれとか、はよく出てきます。このように思い出せなくて
あがたくさん出てくるときは、分かってるよねという期待を持ってあけで表現しています。最後に一つ、この3つの使い方の分かりやすい方法を会話でやってみたいと思います。昨日、高校時代の友人で山田真也さんという人に会ったんですよ。その人には久しぶりで会ったの？その人。このその人は、私はその人のことを知らない。山田真也さんのことを知らない。この人は知っている。二人で会話をしていて、一人だけが知っていて、一人が知らないときは、素形。素形を使います。あの人に久しぶりに会ったの？というときは、あの人のあの人。これは、話している人と聞いてる人が両方知っているときは、あを使います。話している人が知っていて、聞いてる人は知らない場合は、そとほを使います。だけ覚えておいてください。あは両方が知っているとき。そとこはどっちか一人が知っているとき。話の話題の中のものが知っているのか知らないのかで、ここの使い分けをします。今日は会話の中のコスワードについてやりました。もう少し文法の勉強を進めてから文章の中でのコスワードもやりたいと思います。今日はここまで。またね。